皆さんこんにちは。今日はパリに行く前に知っておくと旅行がより楽しくなりそうないろんな場所のご紹介です。最後までよろしくお願いいたします。まずはギャラリー・ラファイエットにあるグラスウォークになります。自分が行った時は待ち時間は10分ほどでした。いつもと違った角度から美しいドームが見れました。さて、入場料無料の香水博物館はギャラリー・ラファイエットやオペラ座のすぐ近くにあります。香水の原料、歴史、そして香水ボトルの進化などについても学べました。香水のプロの人たちはこれだけの香りを3年から5年かけて身につけるんですね。鼻詰まりの多い自分には絶対無理です。さて、パリ在住の日本人の知人に教えていただいたんですけれども、すごいいいレストランを見つけました。すべてのお料理がすっごく美味しくって、7時半から10時半までの3時間たっぷり楽しませていただきました。食事が終わる頃にはシェフのシンさんがわざわざテーブルまで来てくれました。ごちそうさまでした。またお邪魔させていただきます。さて、大統領官邸にやってきましたが、エリゼ宮の門が開かないかなと待っていたら開きました。そのエリゼ宮を訪れる重要なお客様と大統領がいつも記念撮影をするところが奥に見えています。このエリゼ宮の真ん前に新しくできたラメゾンエリゼ。エリゼ宮をよく知ってもらおうということで、博物館とショップ、さらにカフェが入っています。さて、エリゼ宮の近くのグランパレとプチパレにやってきました。入場料無料のプチパレはぜひぜひ行ってみてください。今回はモネのこの絵を見に来ました。この絵の裏にはセザンヌの作品もありました。さて、プチパレの裏にはこんな彫刻で有名になったジェフ・クーンズのチューリップの花束という作品があります。
この作品はパリで起きた同時多発テロ事件の犠牲者のために作られた記念碑のようなもので、まるで自由の女神が松明を握っているかのように11本のチューリップを握っています。よく1ダースといって12本でひとまとめになる考え方があるんですけれども、11本ということで何か失われたものも表しているのかなと思います。さて、以前にも紹介しましたル・トランブルーへ再び戻ってきました。このレストランは一番奥の部屋が一番美しいと思いますので、予約の際には金色の音取りの近くのテーブルをお願いしますということでリクエストをしておきました。ということで、今回はわざわざノルマンディーのオンフルールから会いに来てくれたフランス人の友人2人を含めて4人で食事をしました。ラム肉をオーダーするとこのようにテーブルの横で切ってくれます。自分は信じられないくらい柔らかい牛肉をいただきました。French cognac with some orange alcohol inside. Very とっても丁寧に作ってくれるクレープはおすすめです。次はリュクサンブール庭園周辺を歩いてみたいと思います。さて、自分が学生時代に憧れていた名門ソルボンヌ大学へやってきました。お金と脳みそが足りなくてこの大学へは行けませんでしたが、とりあえず記念写真だけ撮ってきました。自分が行った頃はちょうどボジョレ・ヌーボーが解禁された時期でした。さて、リュクサンブール庭園にやってきました。このレダの噴水の後ろに有名なメディチ噴水があります。この庭園の中で最もロマンチックな場所だと言われています。皆さん冬の日光浴を楽しんでいます。
この公園の西側にも自由の女神があります。さて、パリで3番目に大きいサン・シュルピスという教会へやってきました。ダ・ヴィンチコードと呼ばれる小説・映画で有名になった場所です。夏至や冬至の日にはステンドグラスの窓にある小さなレンズを通して太陽の光が床からオベリスクに伸びている天井に当たります。ラ・キュイズィーヌ・パリではクロワッサンやマカロン、そしてフランスパンの作り方の教室に参加することができます。今回は3時間のクラスを受けてみました。先生もとっても優しい人で分かりやすい説明で助かりました。自分が作ったバゲットは切り込みが深すぎて破裂してしまいました。やっと終わったと思ったら、はい、次のパンを作りますということでフガスを作りました。今度はマカロンのクラスでも撮ってみようかと思います。さて、パリにはパサージュといって屋根付きアーケードがいくつかあります。冬の寒い日や雨の日の観光に便利だと思います。何にも買わなくてもウィンドウショッピングだけでも楽しいところです。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さよなら。